すいません。えちょっとお話をお伺いしてもいいですか？何？ホームレスの方にお話を伺いたくちょっと歩いてたんですが。別に話はいいんだけど、はい。時間かかんの？いえ、そんなかからないようにします。大丈夫ですか？別にいいよ。ありがとうございます。飲みながらいい？あ、全然大丈夫です。長くならないので少しだけお時間ってあります？いや、時間はホームレスだから時間いっぱいあるよ。時間的暇だけは。ちなみに何飲んでらっしゃるんですか？これは焼酎とこれの割り。お酒飲んでるんですか？そうだよ。こんな朝っぱからお酒飲んでるんですか？いや、俺は全然酒は平気だから。あ、そうなんですか。どこ行かれるんですか？ちょっと驚いた。タバコ吸い行こうかなと思ってさ。よく行かれるんですか、その公園は？俺も土地だから、あ、なるほどですね。だから健康のためにここから200メートルぐらい先だから。健康に気使ってるのにタバコ吸ってるんですか？突然声かけてインタビューなんかすいません。お名前聞いていいですか？まあ一応地下通路ではナムで、ナム？生ヤビダムとのナム、あれを取ってナムだ。ご年齢は？ 67。なぜホームレスになったんですか？いろいろあってね、ちょっとこう借金抱えて、ちなみにどれぐらいの借金ですか？まあその辺はあまりねあれなんだけど、この追い込みかかるような役だから金返せとこう追い込みかかるような。ヤクザの方から追い込まれるような金額を借りて。俺じゃない、人の借金を俺に返せって言われてるから。連帯保証人ってことですか？そうそう、まあ普通は一般社会でいう連帯性保証人、この世界ではそれとまた違うんだろうけどね。携帯にも毎日電話かかってきて、どんな感じの電話なんですか？これはダメだのかこれ。地下通路に住んで何年目なんですか？いや、そんな長くないよ。4ヶ月ぐらいかな。その前は普通に家に住んでたんですか？いや、そのドヤに住んでる。あ、ドヤというのは何ですか？簡易宿泊所みたいな。国が用意した、賃貸アパートみたいな感じですかね？まあ普通の世界でいいよ。俺生活保護もらってたから、だいたい13万円くらいもらえるわけで、その中から半分を家賃代に当てて、残りの半分が生活費。じゃあ家賃5、6万円ぐらいのところに住んでたということですね。なぜドヤからは出たんですか？だからその役だから。なるほど。ヤクザにドヤの場所がバレたということですか？バレてはいないんだけど、バレたら困るじゃん。あ、なんかバレる前にこういうことそうそうそう。今収入はありますか？ないね。時たま一般の人が1000円とか2000円とかくれるわけ。地下通路にいると置いといてくれる。そうそう。じゃあ月の収入的には多くて5000円とかですかね？そうやね。空き缶を集めたりはしないんですか？ああ、全くしない。なぜですか？そこまでしたくないの。でも空き缶集めた方がお金になりませんか？いやいや、あれ重労働なんだよ。ほんと大変なんだよ。2袋2袋集めても1日1000円で。今何を食べて暮らしてるんですか？ご飯とかは炊き出しの人がくれるからまだ助かるんだよ。じゃあ俺実はさ、こう携帯持ってんだわ。え？どういうことですか？いや、行きたいじゃないんだけど。どういうことですか？いや、これもう一台持ってんだよ。失礼ですけど、ホームレスの方って今携帯持ってらっしゃるんですか？いやいや、多分俺だけやと思うよ。あ、そうなんですか？あそこではね。しかも2台持ちなんですか？一つはこれはこっち側ゲーム用と LINE 用。
こっち側は通話用。何ですかその女子高生みたいな持ち方。電波とかどうしてるんですか？地上に出れば Wi-Fi が飛んでるじゃん。あ、無料 Wi-Fi か？うん、かなり知ってるからいつでもできる。館内周りの Wi-Fi スポットは全部分かってる。分かってる。ちょっと驚きました。なんで驚く？いや、スマートフォンなんか知らないレベルだと思ったので。いや、それはね、今時の時代じゃないな。今時のホームレスの時代は違う。いや、今だけが、まあこれだけが変わってるのかわかんないけど、いや、ちょっと驚きました。ホームレスになる前のお話を聞きたいんですけど、どんなお仕事してらっしゃいました？建築関係のバイクとかトラクターとかそういうふうなこう回収する仕事とか、あと漁師もやったしね。一番なんか珍しい仕事って何しました？珍しい仕事、珍しい仕事、珍しい仕事でないなあ。った。何ですか？私立探偵じゃないけど、あの人の家を調べてくれって言ったんですよ。好きな人ができたんで、どうしてもね、家を知りたいと。まあ俺、お金くれって言うから、俺も金なかったからね、5万円ぐらいくれたんよ。で、調べたよ。どうやって調べたんですか？顔は分かってたから、会社も分かってたから。あ、会社から移動したってことですか？そうだよ。ご家族っていたんですか？あ、今いないね。今？昔、ちょっとあんま覚えてないんだけど、俺が仕事やってたわけよ。ずっと家帰ってなかった。忙しくて？たまたま帰ったわけ。そしたら離婚届置いてあって、ドラマみたいですね。そのまま俺、まあ確かに俺が悪いからさ。ちなみにその奥さんには今会いたいなとかあります？全くないね。なんでですか？愛情気分ないもん。今会いたい人っています？会いたい人、死んだおふくろかな。多分死んでると思うけど。多分。どういうことあっちにいないから。どういうことですか？いや、俺もいろいろあって、俺30の子供なんよ。お母様が30歳の時にお生まれになった子供。そうそうそう。だから俺今67じゃない。ということは生きてれば97なわけ。97だ、普通死んでるじゃん。最後にお会いにしたのはいつなんですか？30代？30代かな。30年前ってことですか？そうそう。なんでお会いしないんですか？俺が悪いから。俺ギャンブルハマってたからさ。はい。だから顔合わせる顔ないじゃん。親父とおふくろが仕事行ってる最中家を売っ払ったから。どういうことですか？ギャンブルやってたから家の手にして売っ払ったわけよ。実家を売ったんですか？売っ払ったところから来るわけだよ。はいはい、はい。で、何時内出てって言って。だから俺それ知らないよ。あ、もう金だけもらったってことですね。そうそう。あ、そっから会ってないってことですか？売ってから。そうだよね。親との関係は何円で売れたんですか？結構ある。ちなみにその1500万円はどうなったあってもなくなる。最高どれぐらい買ったことあるんですか600万。すごいじゃないですか。100円がですか？100円が600万。いや、200万入れたよ。3倍じゃないですか。俺が一回警察パクられたよ。帰る途中にチャリンコをさ買ってくれって言われたやつがいたよ。で、その金が盗難車。あ、売ってる自転車が全部盗難の自転車だったんですね。そうそう。で、その時に
こう警察行ってナムさんって YouTube って知ってます？ああだって俺携帯持ってるからそうですよね。いるよ、YouTube はね俺登録してんだわ。誰をですか？あそこに竹立に来てくれるデンジャラスアカウントってあるんだけどそこは登録するんだよ。なるほど。じゃあ YouTube は知ってらっしゃるんですね。今自分がなんでこうやってインタビューしてるかというと、こういった現状をちょっと世の中に発信したいなということでナムさんにインタビューさせていただいてるんですよ。今はYouTuber っていう仕事があるんですよ。 YouTube で動画を出すということが仕事となるんですが、担当直入に言いますけど、ナムさん YouTuber になってみませんか？いやだけどあれ金になんないでしょ。なるんですよ。そうや登録よくあれ見るけどさ登録こう見る人が多くならないと俺みたいなやつがさこう見てもみんな関心持たないと思う。いやだって今自分自身持ってるじゃないですか。視聴者はそれを求めてるんですよね。いやそう求めてないと思うよ。だって例えばここから収益で再生数1再生でなんぼってなるじゃないですか。ギャンブルを好きじゃないですか。ちょっと100万かけてみようとか、そういう俺は平気でやるよ。ナムさんいろいろお話ししましたけど YouTuber になってみませんか？ぜひぜひお願いしたいです。一回だけやってみるわ。それで失敗したら怒んないでよ。怒らないですじゃあお願いします。この人大丈夫大丈夫かな。本当心配になってきたよ。じゃあお願いします。分かったよ。